間近でいるか。マジで近すぎ。ドラえもんいるの？海鮮がうまい。海の景色、タコの島。今回は愛知県の日間賀島に行ってきました。少し南国の雰囲気。名古屋市内からだとだいたい約1時間で日間賀島行きのフェリーが発着する諸崎港に到着。大きめの駐車場が諸崎口にあり、多少並んでいても船が到着すると一気に出港が始まるので、並んでおとなしく待つのがおすすめ。ちなみに1時間100円です。ここで日間賀島行き高速船のチケット買います。カード決済可能でした。運賃は往復1500円程度で1時間に2本くらい運行されてます。建て替え中で仮設営業中です。次の船の時間まで15分ほど待ちます。と思ったら臨時便が出るということで待ち時間ゼロで乗船できました。ラッキー。2階席があるかと思ったらソーダ席でした。船内はしっかりエアコン効いてて涼しい。さあ日間賀島に向け出発。約10分ちょっとで日間賀島西港へ到着します。日間賀島には島の西と東に高速船が着岸する港がありますが、西の方が若干栄えてるイメージ。ちなみに西港から東港へは自転車で10分程度ですが、多分東港にはレンタサイクルのお店が見当たらなかったので、西から上陸して自転車または電動キックボードを借りて島内を移動するのがいいんじゃないかなと思います。ちなみにこの道中の海で運が良ければ野生のイルカが見られるとか。日間賀島西港に到着しました。ここ日間賀島の名産はタコとフグ、タコと福の島としてブランディングされ、観光の島にインスタ映えスポットもあったりしてお客さんがたくさん来てるみたい。なかなかいい雰囲気。港には飲食店とレンタサイクル、レンタルキック、ボードのお店が並んでます。こちらがイルカリゾートの受付。イルカウォッチング、イルカタッチといくつかコースがあり、イルカタッチはこの日受け続けがすでに終了。イルカウォッチングが1人500円、イルカタッチが1人1500円です。ちなみにイルカウォッチングで入ってもイルカタッチの様子を見ることは可能でした。残念なお知らせをすると、今年の営業は9月23日で終了しています。毎年5月末頃から9月中旬くらいまでの営業らしく、この動画をご覧の皆様はぜひ来年行ってみてください。ちなみに南知多ビーチランドに行けばイルカたちには年中会えるみたいです。なんとも怪しげな扉を開け、イルカのもとへ。落ちることはないやろ。いや落ちそうやな。浮島の上を30メートルほど歩く必要があり、これが結構スリル満点。イルカのもとへ到着しました。今回ここにいるのは2頭ともメスのイルカ。ここにいるのがフランちゃん。
もう1頭がひまりちゃん。遊んでるのがフランちゃんです。ひまりちゃん。ボール遊び大好きっ子。特に時間制限は設けられてないようで、満足するまで見てていいっぽい。ちょっと白っぽい。ただ真夏は熱中症に注意。ボールを拾って遊んでくれなくなると、知ってますか、ビーチランあるのは知ってる。持ってどこかへ行っちゃいました。じゃあ他の時期はもうあっちに。そうなんです。ビーチランドまた帰っちゃいます。逆に言ってここはほな一人遊び飽きたから早く遊べって言ってるみたい。中島は夏の期間限定でやってる。へえ、知らなかったそれ。じゃあまあ YouTube 新たなお客さんが来ると一旦顔出して確認してるみたい。確かにあって帰ろうっすね。実はこの時ご飯の時間がもうすぐなので早飯くれって訴えかけてるようにも見える。たまにこうやってニュルっと顔を出すのがマジで可愛い。いきなりニョキって入ってきた。今からあちらのイルカタッチのお客様が来るんで、足の前にいるのがイルカタッチの部のお客さんが入ってきました。開催時間が決まっていて各時間で人数制限があり、早めに来ないとチケットゲットできないっぽい。イルカにご飯をあげたり握手をしたり、結構貴重な体験ができるみたい。最後に大技も見せてくれます。この距離で見られるの結構感動。来年もまたイルカ見に来ようと思います。帰りはお見送りしてくれました。お昼ご飯食べに行きます。一番人気のこちらはもう受付終わってた。ということで一本裏道に入ったこちらしらす屋さんへ。つい最近テレビ出たらしい海鮮丼しらす丼を注文しました。なかなかうまそう。ひまか島といえばタコ飯くださいって注文したら売り切れのためこの選択になりました。でも結果美味しくて満足。しらすはご当地産っぽい。白州の他にマグロ、サーモン、鳥貝、炙り爽らかな白身のお魚が入ってました。あとこういう漁港の食堂で飲む味噌汁はだいたいめちゃくちゃうまい。
ごちそうさまでした。美味しい資料も多めで大満足。食後は西港でレンタサイクルを借りて島一周します。レンタサイクルが2時間で1000円、電動キックボードが1時間2000円だったと思います。マンホールがタコ。島一周ぐるっと回るだけなら20分あれば回れるので、電動キックボードを借りるのが一番楽かも。漁港をチャリで駆け抜けるのもいいね。海沿いの道を走れ、ほぼ坂道もなく平坦な道が続きます。しらすのソフトクリームで有名なカフェを発見。今日は満腹なのでスルー、ごめんなさい。自転車を置いて少し海岸を散歩。海岸を歩いてるとどこでもドア。ドラえもんの忘れ物。ドアの向こうも同じひまか島なので、このドア偽物っすね。今回の動画はここまでになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価にコメントも忘れずお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。